ガウンに身を包みました。こちらの空間には塵一つありません。企業と同じようなクリーンルームとなっています。入室を許されたのは熊本大学のクリーンルーム。人材育成のため来年度新設される組織で使用されます。半導体のこういうようなサンプルをここのラインで作っております。ここでは半導体のプロセスを習得してもらって、かつこういうサンプルを彼らに作ってもらっています。半導体のサンプルの製作やサンプルにわざと不純物を混ぜて経過を見る研究などを行います。この広さでこのクリーン度の施設を持っているというところはほとんどありませんので、これによってこうゴミに影響されないようなサンプルを安心して作ることができます。熊本大学が創立されて以来75年ぶりの学部相当の新組織設置を行う大改革となります。4月に新設する情報融合学館では、半導体製造プロセス全体や品質管理を理解できる人材を育成します。文系と理系のどちらからも志望することができます。さらに工学部内には半導体デバイス工学課程を新設。半導体分野の研究で最新技術を学んだ人材を輩出します。データサイエンスを学んだ上で半導体の基礎知識を身につけて、品質の予測だったり、最適化だったりに貢献できるような人材を育成したい。去年8月には初のオープンキャンパスを実施しました。日本で最初の新しいこういう半導体に力入れてるところっていうところでもやっぱ少し気になって、熊本に会社できるとかいろいろ話題なので、ちょっと興味あって聞いてみたいなと。さらに去年9月に開設したのが、こちらが熊本大学と東京大学を連携する拠点となります東大の分室となっております。日本の半導体研究を牽引する東京大学と協定を締結し、研究施設の分室をオープン。すでに1人が常駐し、大学の垣根を越えた新たな研究をここ熊本で進めます。 TSMC をはじめとしたそういう半導体関係の企業が集積している場所であって、もう本当将来性しかない、そこの部分に東京大学はここに魅力を見出したんだと思います。しかし熊本大学の人材育成には課題も。やはり教育にはどうしても時間がかかります。大学卒業するまで4年かかるわけですよね。今社会はいち早く人材を求めているんですけども、なかなかそれにスピーディーに対応するっていうのは通常の教育でいけばなかなか難しい面があります。そんな中、実践的な取り組みですでに多数の人材を輩出しているところがあります。こちらの、装置は超小型に半導体を製造できる装置、ミニマルファブといいまして、長崎県の佐世保高専。ミニマルファブは製造や研究の分野で活用されていますが、全国の高専、大学を含む高等教育機関で導入しているのは佐世保高専だけです。まずこれがミニマルファブのシャトルと呼ばれるものでして、この中がクリーンルームのような綺麗な状態になってます。蓋を開けると、こういうふうにしてオリジナルのウェハーの上に絵を描くことができると。まずはウェハーと呼ばれる基板の上に回路を書き出すために必要なレジストという液体を塗る工程。機械の中で何が行われているかを見学することもできます。このミニマルファブがあることで工程の一つ一つを理解することができました。例えばこの装置だと、レジストを基板に落として、その基板を回転させることで基板全体に薄く伸ばすんですけど、
その工程にある基板を回転させる速度とかっていうのを変えて、その理想的な完成形を目指すっていう卒業研究を行ったので、僕はそれを通して使い方っていうのを身につけることができました。次の工程はで今ここにこうやって佐世保高専のロゴが出てきましたけれども、今からウェハーの表面にこのロゴを今から書き出していきます。髪の毛の100分の1の細さの紫外線で、実際にはここで電子回路パターンが書き出されることになります。肉眼では細かく見ることができませんが、1ミリの500分の1、2マイクロメートル間隔の線まで細かく書き出されています。佐世保高専の学生にとってはこれが日常。徹底した実践、インテルなど企業のベテラン技術者を招く授業を繰り返し、本物に触れることで即戦力人材を育て上げます。毎年40人ほどを半導体関連産業へと輩出しています。僕は半導体のメーカーに就職する予定です。もともと電気科だったんですけど、その講義を受けてよりその半導体っていう分野に興味を持てたし、既存のものをよりいい性能にできるようなエンジニアになれればいいなと思います。半導体は難しい分野だし、学生時代に学ばなければもう遅いよなと思ったあなた、今からでも遅くはない。県内には一般向けの研修施設を備えた半導体の人材派遣会社があるんです。半導体の、製造メーカーではですね、これと同じものを使っているメーカーさんもありますし、似たような設備を使っていますので、やはり現場ですぐ活かせるようにですね、研修期間中にできるだけ実機に触れて慣れさせるってことも研修の目的の一つではあります。大津町に事務所を構える日総工産は、去年4月に研修施設を整え、すでに38人をデバイスメーカーなどに派遣しています。研修期間は2ヶ月ほど。参加している人の多くが全く半導体分野とは関わりのなかった人たちで、これまでには介護や運送業から転職した人も。飲食店とで、あと10年前に役者を目指してまして、自動車の方には興味がありまして、作るのが好きで、もともと以前は自動車製造業の方で働いておりました。人や物などを感知するセンサーだったり、スマートフォンの中などにも半導体っていうのが多く使われていて、そういうものの仕組みに興味を持って、この業界に入りました。半導体企業の相次ぐ進出で派遣人材を求める声が高まり、研修施設の増築も進めていて、7月から研修をスタートします。来年度は300人の研修生を受け入れて、企業様に従事してもらう予定をしております。